ファイナルファンタジー 14× モンハンコラボにて14側で実装されたガーディアン・アルシュベルト狩猟船ノーマルの世界一わかりやすい解説動画です。高難易度版である極ガーディアン・アルシュベルト狩猟船の解説は概要欄を参照ください。今回は初見モンハン勢にも14のバトルにおけるボスのギミックがどんなもんか伝わるようにやや噛み砕いて紹介していますのでご承知おきください。早速参りましょう。通常14では A ショーバーに表示される技名をもとに次どんな攻撃が来るのか心構えをするんですが、このコンテンツはモンハンリスペクトのためか技名の表示が一切ありません。アルシュベルトのモーションと AOE を参考に対処していきましょう。早速いつもと違い無影響で全体攻撃が来ます。ヒーラーは HP の減少を見落とさないようにしましょう。ボスが手を振りかざし、その後振りかざした方向に半面範囲攻撃が来ます。範囲はマップ半面よりも広いので大きく避けましょう。これがもう一回来ます。ボスが外周どこかから突進する構えを見せますと同時にマップを横切るように白い亀裂か赤いもやのどちらかが発生します。どっちであれマップ中心を横切るように直線範囲攻撃が来るので回避しましょう。その後さっき表示されたのが白い亀裂なら再びマップ中心を横切る直線範囲攻撃が、赤いもやなら左右に直線範囲の攻撃が発生するので中央か左右のどちらかに回避しましょう。さらにボス前方から波状に直線範囲攻撃が来ます。 AOE の際に立ち AOE が消えた瞬間にそこに入りましょう。もう一回白い亀裂と赤いもやのうち今来てない方のパターンが来るので同じように回避しましょう。赤いもやだったのでさっきと逆で中央アンチです。再びボスがどっちかの手を上げるので手を上げていない方向へ移動し攻撃を回避しましょう。普段 A ショーバーばかり見てる14プレイヤーはこの挙手を見落としやすいです。ボスをよく見ましょう。続いて3連続突進からの突進地点を中心とした放射状の攻撃が来ます。攻撃範囲自体はややこしいんですけれども対処方法はシンプルです。まずボスが突進する1箇所目に発生する遠範予兆の際に立ちます。移動の際ボスの突進に引かれないように注意しましょう。遠範予兆が消えたらその中に入ります。そしたら目の前から2つのリング状の攻撃がこっち向かってくるので AOE が消えた瞬間にそっちに入る。これを各リングに対してやるだけです。このリング型の AOE が2つかぶってるところが消えた瞬間に入ると2つ同時に回避できて楽なのでおすすめです。続いて誰か1名に頭ありマーカーが来るので全員集合しましょう。これはどんな攻撃かというとこのままだとマーカーがついている人に超特大ダメージが来るんですけれども、マーカー持ちの人に他の人が接近していればその人たち間でダメージが頭ありされるのでマーカー対象者がおつらなくて済むというギミックです。そして間髪入れずにボスがいつもの挙手からのバーンしてくるので対処します。続いて塔が合計6本出現します。普通の塔が4本、赤い帯に包まれたいかにもヤバそうな塔が2本発生します。これは指定タイミングでその塔の付近にいないと全員に大ダメージが飛ぶので分担してそれぞれ塔の近くに立ついわゆる塔踏みというギミックです。ただし赤い帯の塔2つは踏んだ時のダメージが特に痛いのでタンク色2名が踏むようにしましょう。それ以外の塔4つを残り6名が分担して踏むようにしましょう。塔を誰も踏まないと全員にダメージが入るペナルティがつくんですけれども、同じ塔を2人踏んじゃう分にはペナルティはないのでお見合いになりそうなぐらいだったら踏んじゃいましょう。なお塔発動前にランダム何名かの足元に AOE が発生します。この AOE を避けてから塔を踏んでも塔発動には間に合うので AOE 回避を優先させましょう。塔を踏んだ跡地に白い木みたいなものが発生します。小さい塔からは小さい木が、でかい塔からはでかい木が発生します。後ほどそれぞれの木が爆発するんですけれども木の大きさに比例して爆発範囲もでかくなるので今のうちにでかい木がどこにあるのか把握した上ででかい木には近寄らないと心構えておきましょう。ガーディアン・アルシュベルトが力を貯めているという表示が出たらほどなくしてボス足元に矢印マークがついた AOE が発生します。この AOE は矢印の進行方向に連続で着弾するので矢印の進行方向にない位置に待機しましょう。ただしこの先ほどご紹介したでかい木の方向には近寄らず代わりに小ぶりの木に近づいておけば OK です。
小ぶりの木の AOE は小さいので見てから避けるでも全然間に合うので安心ですね。再び矢印 AOE が発生するので今一度矢印の進行方向じゃない位置に退避します。この時何名かに円範囲上のマーカーが付与されます。これは数秒後にその円範囲に攻撃が着弾するというものです。つまり1人1発は確実に被弾します。この円範囲マーカーを複数人かぶせて被弾すると確実に落ちるのでマーカーがついた人同士は3回するようにしましょう。マーカー処理以外はこれまでと同じです。ボス近くの矢印がこっち向いているようなら都度その進行方向から外れるように位置調整します。ガーディアン・アルシュベルドが力を解き放つというメッセージが表示された後、ほどなくして痛い全体攻撃、いわゆる利口技が発動します。ここからは常時 HP が減るデバフも付与されるのでヒーラー色はヒールをおろそかにしないようにしましょう。利口技後無影響で再び全体攻撃が来ます。矢印方向に回転する直線範囲攻撃が来ます。矢印の根元のスペースに駆け込めば OK です。ただし駆け込んだ直後全員に円範囲マーカーがつくのですぐに3回するようにしましょう。しばらく気質ギミックが続くのでその間に説明漏れていたコンテンツアクションについてご紹介するんですが、このコンテンツでは自身の HP を回復する回復薬グレートが計10回使えます。平さんがヤバそうだなと思ったら軽率に使いましょう。続いて中央から左右に放射する攻撃が来るのでこれまでと同様 AOE の際に立ち AOE が消えたらすぐそっち方向に入りましょう。直後再びボスが挙手バーンをするので回避します。そして面倒なのがここで左右に放射した攻撃が反復横跳びのように再び中央に戻ってきます。外周側に表示された AOE が消えたら再びそっちに入るようにすれば OK です。反復横跳びする攻撃がもう一巡飛んでくる間に次の3連突進攻撃の予兆が発生します。ここがかなり焦りやすいんですけれども避け方は今までと同じです。1回目の突進先の円範囲の際に立ちます。 AOE が消えたら入ります。やってくる2つのリングの AOE に立ち向かいます。これで OK です。間髪入れずにボスが中央に陣取ってからの挙手バーンが来るので気を抜かないようにしましょう。さらに尻尾を振り上げてるのか振り上げてないのかよくわかんない微妙なポーズをするんですけれども、いずれにせよ後ろに直線範囲攻撃が来るので後ろに立たないようにしましょう。波状の直線範囲攻撃が来るのは先ほどと同じですけれども、そこに白い木が複合しています。白い木が生えてないところ、特にでかい木が生えてないところで直線範囲攻撃をやり過ごしましょう。そして白い亀裂か赤いもやの2択攻撃が来ます。最後に半面範囲攻撃です。この一連が山場感あります。一個一個は気質ギミックなので落ち着いて対処しましょう。以降は気質ギミックです。ガーディアン・アルシュベルドの解説は以上です。倒した後は剥ぎ取りを忘れずに上にも乗れます。以上です。ちなみに私はモンハンワイルズ回クエスト勢につき14内で実装されたアルシュベルドの各攻撃がどう原作を尊重しているのかは全然分かっていません。モンハン勢の方よろしければコメントで教えてください。家なしララはファイナルファンタジー14に限らずあらゆる面白ゲームを限りある時間で最大限楽しむためのチャンネルです。この動画が分かりやすい面白いと感じましたらチャンネル登録よろしくお願いします。動画化するまでもない日常オタク語りを X で表には出しにくい話やチャンネル運営話をメンバーシップで語っていますのでそちらのフォローも何卒おついえなし。